最終アップデート後 GTX1660 スーパーでワイルズはどこまで快適に遊べるのか、今回はアップスケーリング設定と CPU 負荷設定も含めて実機で検証していきます。前回1月28日のパッチ適用の検証ではグラフィックプリセット最低アップスケーリングはウルトラパフォーマンス、この設定でなんとかゲームが成立するという結果でした。今回は最終アップデート後の環境でグラフィックプリセットは最低のままアップスケーリングモードをいくつか試していきます。検証相手はホグマジオスです。まずは前回と同じウルトラパフォーマンスから。最終アップデート後もプレイ自体は問題ありません。ただし画質はかなり割り切る必要があります。あなたなら。次にバランス設定です。正直ここで印象が大きく変わりました。フレームレートは安定していて動きも自然です。特に長く遊んでも目が疲れにくいと感じました。次はクオリティ設定です。正直に言うと見た目や動きだけを見るとバランスとの差はほとんどわかりません。フレームレートも安定しています。ただ体感的にはバランスの方が目に優しい印象でした。最後に NVIDIA DLAA です。画質は一番綺麗ですが GTX1660 スーパーではカクつきが確認できました。今回の環境では実用外と判断します。さあ仕事に戻す。私がチャージします。お見事ですね。
だけ補足です。1月28日のパッチ以降、CPU 負荷に関する設定項目が追加されています。今回、これらをすべてオフ、もしくは軽減に設定してみました。すると、意外なことに逆にカクつきが発生しました。原因については現時点でははっきりしませんが、軽くすれば必ず快適になるというわけではなさそうです。今回の検証では CPU 負荷設定はデフォルトよりの方が安定する印象でした。このまま収束下流法を出すのは難しい。ゴグマジオスの難攻を目指して攻撃を続けるのよ。最終アップデート後の結論です。 GTX1660 スーパーではアップスケーリングはバランス設定が現実的な最適解だと感じました。数値だけでなく体感も含めて考えると一番安心して遊べます。なお、バザイト環境でのマルチプレイについても動作に関する問い合わせがあったため別途検証は行っています。詳細については別の動画でまとめる予定です。